いつもご視聴いただきましてありがとうございます。最近ようやく暖かくなってきて、そろそろバイクで伊豆半島半周ぐらいのドライブにでも行こうかなと予定を立てた日に限って雨が降って中止になり、結局バイクに全然乗れていない竹千代です。よろしくお願いします。さて今回は視聴者さんとのコメントのやり取りの中でおすすめのお蕎麦屋さんを紹介していただいたので、早速伊豆市までやってきました。こちらは浅草の本店と違って美味しいお蕎麦をもっと多くの人に知ってもらいたいというコンセプトで営業されております浅草16修善寺離れさんになります。営業時間は11時から15時で、定休日は水曜日となっております。またこちらは本店とは違い、普通のお蕎麦屋さんの極みを目指しているとのことです。それでは行ってみましょう。お邪魔します。客席はカウンターが数席と4人掛けテーブルのお座敷が1つ、2人掛けテーブルが3つといった感じでした。開店時から多くのお客さんが来店したため、あまり店内を取ることができませんでした。それではメニューを見てみましょう。本日のおすすめは地魚とエビ一本天せいろと大エビ天せいろ、修善寺セットにだし巻き卵に大名天丼のようです。ちなみにお店の方には土日祝限定10食の修善寺セットをお勧めされました。続いては自家製のこだわりそばになります。お蕎麦は冷たいのと温かいのがありますが、温かいお蕎麦は12月から2月までの提供になっているようです。続いてはこだわりの天ぷらの天せいろになります。16といえば素材抜群の天せいろとのこと。また一緒についてくる厚切りのさつまいもが名物のようです。続いては本店の大将が厳選したお米を使用しているご飯物になります。特に天丼には超こだわりが満載とのこと。お味噌汁まで抜かりがないようです。続いてはこの修善寺離れ限定の蕎麦屋のカレーです。お蕎麦屋さんのカレーってだけでなぜか美味しそうに感じちゃうから不思議です。ちなみに大盛りはプラス200円で、超爆盛りがプラス400円のようです。続いては甘味になります。甘いものに関しては自家製そばプリンとそばのみアイスの2種類ですが、デザートセットも用意されています。その他にもだし巻き卵やそばがき、そばの正しい食べ方や平日限定のメニューなどもありました。初めて行ったお店ということもあっていろいろ悩みましたが、とりあえず注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。修善寺セット2420円です。土日祝限定10食のメニューとのことで、店員さんにおすすめされるがまま注文してみました。内容は修善寺鶏飯、エビ一本天、せいろそば、小鉢、味噌汁、香の物、デザートとなっており、大将考案の大分の鶏飯と秋田の味付けご飯のコラボ鶏飯がやみつきになるボリュームたっぷりの満足メニューとのことです。そしてやはり天ぷらはお塩ですよね。こちらは天ぷらにこだわりがあるとメニューに書いてあった通り、衣はサクッとエビはプリッとしてとっても美味しいです。そして少し遅れてせいろそばの到着です。セットメニューなのでお蕎麦は少ないのではないかと心配しましたが、そんなことはなく、むしろボリュームたっぷりも納得の量がありました。そしてメインともいえるお蕎麦についてですが、しっかりとコシがあり香りもよくとても美味しいです。ここまでコシが強い蕎麦も珍しいんじゃないかってくらいで、コシが強い蕎麦を好む方なら一度は食べた方が良いお蕎麦じゃないかと思います。また天ぷらについていた塩でもお蕎麦を食べてみたところ、より強い香りを感じることができ、また違った美味しさを味わうことができました。デザートは自家製そばプリンです。甘さと味が濃くとっても美味しかったです。続いては平打ち田舎せいろ880円です。先ほどのせいろそばに比べ3倍くらいの太さがあるので、さらに強いコシを感じることができるため、噛み応えもあってとっても美味しいです。ただし3倍くらいの太さになったせいか、先ほどのせいろそばより量が少なく感じるため、おかわりかもう一品追加することになりそうです。ちなみに大盛りはできません。そしてお蕎麦のつゆはかなり濃いめですが、太麺にしっかりと絡んで本当に美味しいです。ただしおつゆは少なめなので気をつけないと蕎麦湯の出番がなくなる可能性があります。最後はそばのみアイス400円です。アイスに混ぜ込まれたプチプチとした食感のそばの実がとっても美味しかったです。今回は視聴者さんの紹介で伊豆市の浅草16修善寺離れさんにやってきて、料理はもちろんスタッフさんの接客の良さにも感動でした。
一つずっと気になって仕方がないのがこのカレーの超爆盛りなんですよね。蕎麦屋のカレーってだけで美味しそうなのに、さらに超爆盛りで絵面までいいとか最高すぎません？次回来店時にはぜひともカレーの超爆盛りを注文したいと思います。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画が少しでも参考になったり面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録、グッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。